皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は世界中にはびこるあらゆる問題の根源とは何かということについて私の理解をシェアしていこうと思います。あらゆる問題とは昔から言われている歴史認識の問題、靖国問題、教科書問題、領海問題、増税問題、最近では LGBT 問題など挙げたらキリがないほど存在しており、しかもそれぞれが複雑に絡んで新たな問題も発生している状況になっていますよね。これらの問題を解決するために心ある方々によってご尽力いただいているわけですが、もしかするとこれはある意図を持った者たちがわざわざ複雑にしているという側面もあるのかもしれません。だとしたらなぜそんなことをするのでしょうか。一定数の方が抱いているこのような疑問は、インターネットの普及と情報発信をしてくださっている方々のおかげで私なりの結論が出ましたのでシェアしていこうと思います。今私たちの身の回りで起きている複雑に絡まった問題の本質を知ることは、今後避けては通れない大難から身を守るためには絶対必要なことだと思います。ご視聴の皆さんがそれぞれ自身の頭で考える時の情報の一つとしてお役立ていただけたらと思います。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回のテーマに関してはかなり重要なことだと私は考えています。前の動画でも話したことがあるのですが、世の中は欺瞞に満ちていて、ありとあらゆると言いますか、全てと言いたくなるほど狂っていると感じた経験が過去にありました。それはまだ私が20歳代の時にセミナー講師をしていた時のことでした。どんなセミナーだったかというと、健康に関することやそれにまつわる地球環境のことなどについてでした。そのセミナーで使用した資料というのは NHK から出されているものであったり、大手出版会社から出ていたものを使用していました。ところがある時それらの資料内容に嘘が盛られていることを知ることになります。その事実を知った時には、公然と多くの方に嘘の情報を垂れ流していたことに対しての罪悪感と同時に怒りがこみ上げてきたことを覚えています。以来、世の中で正しいとされている常識に疑いを持つようになって現在に至っています。冒頭で話した通り、日本だけでなく世界中に存在している問題というのは、その多くが社会的弱者や情報弱者が被害に遭っていますし、食い物にされていると言ってもいいと思います。深刻なのは、当事者が自分は騙されていることに気がついていないという点にあると私は考えていて、その結果何が起きてきたのかということを注視することが重要だと思います。騙されたままの状態でいることによって何が問題になるかというと、最悪は命を取られることになりますし、もしくは健康を奪われる、財産を奪われるというようなことが起きると思います。その良い例が2020年に世界の混乱を招いた疫病と、その対策に使用された液体ではないでしょうか。今でもこの液体については世界中で多くの訴訟が起こされており、製薬会社側の敗訴が確定しているケースもあるようですが、あまり日本の主要メディアでは取り上げていないようです。これらの話題は規制の対象になりますので詳細は語れませんが、ご自身でググってみると案外簡単に情報を得られることに驚くと思います。実際に自分自身やご家族の中に被害と呼べるような事態に遭遇して、初めて真実に目が行くようになったケースが多々あるようです。それでは遅いということになるのですが、今後のことを考えると貴重なターニングポイントになったと理解して前に進むしかありません。今現在の多くの複雑な問題というのはまるで絡んだ糸のようであり、その状態を紐解くには原点に立ち返って原因を探る必要があると思います。そうした時に少なくとも直近で日本が大きくおかしな方向に進み出したと言われているのが明治維新です。明治維新は日本において華やかな時代の幕開けの象徴として語られていることが多く、NHK の大河ドラマでも日本のために散っていった志士たちの姿を描いたものが多くあります。ところが現実はそうでもないことが分かってきています。バラエティとして考えるならそれはそれで価値のある話だと思いますが、これが日本侵略のための工作活動だったとしたら話は全く変わってきます。これからの日本の将来に大きく関係してくるからです。その謀略によって命を落とした日本の将来を憂い立ち上がった若者たちの気持ちには一点の曇りもなかったと思いますが、騙されるということの結果はそういうことではないでしょうか。今現在の日本においては、学校で教える教科書以外のことを話すと、特にそれが外国勢力による日本の侵略を狙った謀略や陰謀が働いていると話すと、一気にとんでも話としての陰謀論として扱われてしまいます。
ところが世界を牛耳っているろくでもない輩たちというのは、私たちが考えている以上にそのルーツは古く、その起源は旧約聖書にも記録されているほどです。そのろくでもない輩たちによって過去には数百年続いた植民地支配時代があったわけで、その対象となった国々では文字通り悲惨な歴史を刻んでいます。そしてその触手が日本に及んだ分かりやすい例がアメリカのペリー来航です。黒船来航として教科書に出ているものですが、このペリー来航によって江戸幕府は大慌てして開国を余儀なくされたというのが教科書で語られている歴史となります。そこにも歴史の嘘が日本人に教えられているわけですが、そこはまた別の機会に譲るとして、ペリー来航から90年以上経った先の大戦の敗戦を決めたポツダム宣言受諾時にアメリカの怨念がわかる画像も残されています。それがご覧の画像となりますが、日本の敗戦が確定したポツダム宣言の調印場所となった戦艦ミズーリ号に掲げられていた国旗がペリー来航時のアメリカ31州を示した国旗となります。そしてさらには真珠湾攻撃を受けた際にホワイトハウスに掲げられていた48製の星条旗もそこにはありました。つまりこれらのことはアメリカによる日本侵略が完結したことを祝ってのことだと言われていますし、日本に対する復讐もさることながら、戦前にアメリカと交易をしていた最中でも虎視眈々と日本侵略の実現が図られていたという事実がうかがえます。そこにはまだまだ他にも屈辱的な仕打ちがあったのですが、話がそれますので割愛します。話を戻しますと、ペリー来航以来始まった明治維新にはろくでもない輩たちの陰謀があったことは事実として歴史研究の世界の中では明白になっています。残念ながら坂本龍馬や薩長同盟などに関するあらゆることにろくでもない輩たちが裏から潤沢な資金を使って操り、幕府軍と新政府軍との両方に武器を売って儲けていたのもろくでもない輩たちです。その後にも日本からは医療や科学の分野などで世界的に有名になった偉人が多数出ていますが、これらのセクターでも全てろくでもない輩たちが支配しており、ろくでもない輩たちが目指す野望の一翼を担った形になっています。これらの事実を知った時には正直ショックでしたが、それでも事実を追っていくことで見えてきたことこそが価値あるものとなっています。決して日本が輩出した偉人たちの功績にケチをつけるということではなく、その先人たちによって救われた命があったことも事実ですから、明らかにその偉業は日本人の誇りです。しかし今でこそその陰にはろくでもない輩たちの存在があったことは分かっていますが、当時としては研究費などのバックアップは研究員としては非常に魅力的であり、困っている人を助けるという大義に燃えた研究者にとっては優先順位が違っていたわけですから仕方ないと思います。これらの事実を知る機会が奪われてきたのは、先の大戦後の日本は間接的な植民地になってきたからです。歴史の真実を知られては非常に都合が悪いから当然です。今まで話してきたことを理解しているかどうかについては、特に金融の世界や安全保障に関係している専門家こそ知っておくべきだと思いますし、私たちはそのような理解をしている専門家に相談することが大切だと思います。というのは、つい先日見た YouTube 動画が今回のテーマに絡めて非常に興味深かったのでシェアします。その動画は私のブログの中でも紹介していますのでそちらを見てください。リンクは概要欄に貼っておきます。投資に興味がない人でも、ろくでもない輩たちの存在を理解しているかどうかという視点で観察すると面白いかもしれません。その動画は、現在の日本の日経平均が乱高下している状況を踏まえ、篠田翔子、藤野秀人、馬淵真理子、森永卓郎などの経済専門家が今後の日本経済や世界経済を語るというものでした。ネタばらしすれば、森永さん以外の方は今後株式市場は右肩上がりになっていくという見解で、森永さんは今年中に日経平均が3000円台になると言っていました。森永さんは皆さんもご存知の通り、現在はがんの闘病中で、もはや失うものなど何もないという胸中の中で思ったことや暴露めいたことを発信しています。森永さんのことはそんなに詳しくないのですが、その動画と他にもう一本見て思ったことは、世界に君臨するろくでもない輩たちの存在を認識しているのではないかということです。あくまでも私の推測なのですが、そのように感じました。私は投資に関して専門家でもなければ熟練投資家でもありませんし、興味もありませんが、そのような考え方になったのは以前本で読んだラスベガスのからくりを知ったからではないかと思います。その本では、あの華やかなラスベガスの街は 51% の勝ち組と 49% の負け組によって成り立っており、言ってみれば全て仕組まれているということが書かれていました。たった 2% の差で成り立っているというのです。正直驚きましたし、
そういえばラスベガスで勝ち逃げしようとする者をカジノの用心棒が拉致してうんぬんというシーンを思い出しました。それと株式投資を一緒にするなという声が聞こえてきそうですが、少なくとも過去に起きた世界恐慌やバブル崩壊、リーマンショックなどは仕組まれていたという説があります。本当か嘘かは分かりませんが、という言い方しか最近はできませんが、ろくでもない輩たちというのは、世界を一つにするという耳障りの良いお題目を掲げて、世界支配を成し遂げるためにその片棒を担ぐ多くの有力者、売国奴を抱え込み、庶民を恐怖と不安に陥れて支配を強めていくことを目論んでいると思われます。このような意見を妄想という人がいるかもしれませんが、歴史を振り返ることと、多くの史実から考えた時にそのような動きになっていることは事実だと考えられます。そのことは、比較的最近縁があった旧約聖書からも読み解くことができます。旧約聖書は、ずっとキリスト教関連の宗教本だと思っていましたが、これも私の思い込みで、そこに記載されている内容というのは創造主が人間に下ろされた言葉を書き記したものであり、2000年以上も消えることなく存在し続けているのは、その記述内容に偽りがないからだと言われています。そこにこのチャンネルでいうろくでもない輩たちという存在が確認できます。そのように考えることで、今起きていることにも合点がいくことになりますし、同時に歴史を振り返ってみても、複雑に思えていた世界中の多くの戦争や悲劇も、まるでジグソーパズルのように一つの絵が出来上がる思いがしてきます。そのように考えると、今現在の日本国内で起きている政治の腐敗も理解ができますし、国民から評判の悪い政治家たちは、能力がないだけでなく、操られている可能性があるということも見えてきます。もちろんあくまでも推測ですが、世襲議員の先祖をたどってみるとますますそれは確信になります。本当の歴史を知れば、これから私たちに降りかかる試練が起きるのか起きないのかは容易に判断できると思います。歴史は繰り返されていますので、ぜひ歴史の真実を語っている有識者の情報には耳を傾けた方がいいですし、このチャンネルでも地雷を踏まない範囲で動画を作成していきますのでご覧になってください。いかがだったでしょうか。このチャンネルでいつも言っていることですが、ろくでもない輩たちというのはいつも同じ手口でターゲットを罠に陥れます。彼らにしてみれば、その手口を知られては非常に困るわけで、だからこそ今現在の IT 企業による言ってはいけない地雷が多数散りばめられており、そのセンサーはますます過敏に厳しくなってきているわけです。裏を返せば、それだけ真実に目覚め始めた庶民が世界中に増え始めていることの証拠だと私は感じますし、同時にろくでもない輩たちの力は衰え始めているのではないかという推測が出てきます。明らかな事実として彼らは圧倒的少数派であり、騙されている庶民は圧倒的多数派です。その庶民である私たちは、自分に何ができるのだろう、自分ごときができることはたかが知れているなどと無力感を感じている状況だと思いますが、その庶民が真実に気がついた時のエネルギーの恐ろしさは、皮肉なことにろくでもない輩たちが一番よく理解しているのかもしれません。いや、そのように考えた方がいいと思います。いつも言っているように、人間の意識は深層部でつながっていて、真実を知った瞬間に多くの同士とつながってものすごいエネルギーを発することになります。私は特定の宗教に関係しているわけではありませんが、おそらくこうして神一輪の奇跡が起きるのだと思います。これからまだまだ世界情勢は荒れることになりそうですが、世の中のからくりを知ることで自分では考えもしない強靭なメンタルを得ることができると思います。今後は確実にこの世から悪は駆逐されていく流れになっていますが、その過程ではとんでもないことが引き起こされていくことでしょう。ぜひ共にこれから起きる試練を乗り越えられるよう精神的武装をするだけではなく、日用品や食料などの備蓄もして生き残るためにすべきことをしていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。